家康の西郷。どうする家康に学ぶ日本史。顔面さが自らの命を縮める。関ヶ原の合戦で勝利を収め、大阪冬の陣で豊臣家を滅ぼした徳川家康は安心したのか、翌年に体調を崩すと、75歳の波乱万丈の人生の幕を閉じた。家康の最後を詳しく見ていこう。嫡男信康を切腹によって失っていた家康は、次男の結城秀康ではなく三男の秀忠を後継者に選んだ。なぜ家康は武勇に優れた秀康ではなく凡庸な秀忠を将軍に指名したのだろうか。秀忠は凡庸だが家康に対しては非常に従順であった。戦乱から平和な時代になりつつある時には武勇には優れていたが、粗暴な一面がある秀康より家康の方針を愚直に継承する謙虚な秀忠が家康には必要だったのである。一応隠居という形で駿府に引き下がった家康は、側近の本田正純を通じて江戸城の秀忠に指示を出して幕府の基礎づくりをしている。1616年元和2年正月22日、駿府西方の田中城へ出かけ、鷹狩りを興じた家康はその夜に発病する。にわかに御虫差し起こり御誕つまり候と記録されているところから異形連であったようである。G の片山宗哲が配信すると、腹部にしこりが見られたので癪、差し込みと診断した。後に二代将軍秀忠も胃がんで亡くなっていることから、家康は胃がんであった可能性が高い。若い頃から医薬に興味を持ち、薬草を自分で調合していた家康は、駿府でも中国の医学書を取り寄せて研究している。そのため家康は宗哲などの医者を心の底では信用していなかった。ところで家康はこの時の自分の症状を腹中の巣箱、真田虫が原因だと誤信して、自分が調合した薬を飲み続けた。宗哲が注意したが、年老いてから頑固になった家康は意見する宗哲を遠方に左遷して、自分が調合した薬を飲み続けた。そのため衰弱した家康は3月になると食欲も失せ、寝たきりとなっている。4月に入ると悪臭のする痰を大量に吐いた家康は死期を悟ったのか、本田正純を枕元に呼んで死後の処置をこまごまと伝えている。そして徳川家康は4月17日午前10時、波乱万丈の生涯を閉じた。享年76であった。天下太平の世の中を築くために、家康は長寿を実現するために医学知識を猛烈に学んだが、その医学知識が死期を早めるという皮肉な結果となってしまった。